こんにちは、みなみです。今日も楽しくロードバイクで走りに行きたいと思います。最高の設定も OK。 猫耳のケース、この前買ったんですけど、すごく可愛くてお気に入りです。さあ出発と思ったらまさかのパンク。後輪がぺったんこでした。早く出発したいのに急いで修理。以前のパンク修理動画で空気圧高すぎだよって教えていただいたので、今日はちゃんと6番にしておきます。というわけで、初っ端からなんやかんやあったんですけど、楽しく走っていきたいと思います。今日私は以前からちょっと憧れていたあることをしようと思ってます。それは何だかわかりますか？そう、おしゃれなカフェで美味しいパンを食べに行こうライドです。最近ずっと近くの花見川サイクリングロードばっかり走ってて、毎回往復するだけでちょっと飽きてきちゃったので、ブログや YouTube とかを見てなんかいい楽しみ方ないかなって思ってたら、カフェやパン屋さんを目的地にして走る方が多いのに気づきました。私美味しいパンには目がないので、これはやるっきゃない。ちなみに今日のコースはこんな感じです。調べてみるとパン屋さん以外にも結構サイクルラックのあるお店がいくつかあって、どこに行こうかなって迷っちゃったんですけど、どうせなら全部回っちゃえってことで、チェーバくんの口元に向かって走っていきます。あれ、まだ20キロしか走ってないのになんかペダル重くなってきた。パンク修理で時間がかかったので、ちょうどお昼時間になってお腹が減ってきてしまいました。ハンガーノックになってはいけないので1回目の補給タイムです。新発売のフルーツサンドを食べました。フルーツサンドってなんでこんな幸せになれるんだろう。クリーム美味しい。パン屋さんライドなのにすでにパンを食べちゃった気がするけど、気にせず先に進みます。最初の目的地までは交通量の多い道をしばらく走るんですけど、だんだん緑や畑が増えてきて、風景の移り変わりが楽しかったです。千葉の名産梨ブシャー。梨の直売所もたくさんありました。ジャージのポケット使えば3つは持って帰れるかな。そんなこんなで1つ目の目的地、道の駅湘南に到着。この道の駅は去年の12月にリニューアルオープンして、地元で採れる野菜や名産品がたくさん並んでいて、見ているだけで楽しかったです。カフェも併設されていて、名物の湘南バーガーやいちごソフトとかすごく美味しそうで、ぜひ食べたかったんですけど、さっきのフルーツサンドがまだお腹に残っていたので、泣く泣くスルーです。ここは手賀沼サイクリングロード沿いにあるんですけど、サイクルラックもあって、ロードバイクでも来やすい場所なので、お近くの人はぜひ一度行ってみてください。手賀沼は千葉県の北部に位置していて、周囲38キロの比較的大きめな沼になってます。周辺には柏市から我孫子市まで20キロのサイクリングロードもあって、自然を満喫しながらサイクリングを楽しむこともできます。ちょっと風は強いけど遠くまで開けていて気持ちいい。手賀沼には野鳥もたくさんいて、白鳥さんもいました。今度こそは白鳥さんのはず。こっちはなんか怖い。これは電気椅子かな。手賀沼サイクリングロードではマナーを守らないとビリビリされちゃうので気をつけてください。ちなみにこの手賀沼に昔ディズニーランドを作る計画があったらしいです。1964年の東京オリンピックに向けて計画されて、実際に埋め立ても始まっていたみたいなんですけど、開発会社の財政悪化で計画はなくなってしまったみたいです。残念。跡地は住宅地になってしまっているんですけど、もし実現してたらここからシンデレラ城が見えてたかも。
手賀沼でリッキーと白鳥さんのコラボショーが見れるなんて最高。手賀沼サイクリングロードが終わってしばらく走るとまたお腹が減ってきた気がする。さっきの道の駅でこの空腹を感じてたらソフトクリーム食べられたのにな。私の満腹中枢どうなってるんだ。というわけでお腹が減るのはしょうがないので、コンビニで大好きな白いたい焼きをゲッチュー。なんかパンライドがコンビニスイーツライドになってる気がするけど、美味しいからまあいいか。HP も満タンになったのでまだまだ頑張ろう。コンビニを出てちょっと走ると利根川に着きました。千葉一周をしている方の動画を見ると必ずこの利根川を走っているので、私もぜひ一度は走ってみたいと思っていたところです。この利根川サイクリングロード上流にちょっと行ったところにお目当てのパン屋さんがあるんですけど、であれどこから降りればいいんだ。気がついたら対岸まで渡ってました。間違えちゃったけど、利根川の大きさを体感できたから OK。 もう一度川を渡ってサイクリングロードに到着。寒いし誰もいない。利根川ってもともとは東京湾に注いでたみたいなんですけど、江戸時代に約60年もの年月をかけて人の手で今の太平洋に水の流れを変えていったそうです。コツコツ頑張れば川の流れも変えられるって思うと、私もコツコツヒルクライムすればいつか暗がり峠登れるかもってちょっと勇気をもらいました。とりあえずあそこに見える筑波山を今度登ってみたい。平日の利根川ほんと誰もいない。サイクリングロードから江戸川と利根川を結ぶ利根運河にどんどん進んでいきます。あ、鴨鍋だ。夜ご飯のおかず。これはまさか国民的アニメのお家かな。そんなこんなでようやく今日の目的地の一つ、トイットタイニーベーカリーさんに到着。やっと着いたー。トイットタイニーベーカリーさんはおしゃれな住宅地の一角にあるパン屋さんで、三角形の特徴的な外観をしています。こちらの店舗はなんとグッドデザイン賞も受賞しているらしいです。サイクルラックもあってロイディもウェルカムな雰囲気があるのがいいですよね。美味しそう。口コミだとハード系のパンがおすすめらしいんですけど、ホットドッグみたいな惣菜パンやブラウニーみたいなケーキもあって、どれを選ぶかすっごい悩みました。タイニーさん、すでに食べる前から幸せもらっちゃってます。パン屋さんなので飲み物の販売はないんですけど、今日はたまたまちばらきコーヒーさんのキッチンカーが来ていたので、ハンドドリップの入れたてコーヒーを飲むことができました。ちばらきコーヒーさんは大学生がやっているコーヒー豆屋さんらしくって、国際協力のためにラオスのコーヒー豆を買い付けているようです。パン屋さんの外に食事ができるスペースもあるので早速いただきます。コーヒーはコクと香りがすごく強かったです。嫌な酸味や苦味もなくって私好みの味でした。ブラウニーはちょっぴりビターな少し固めの生チョコみたいな食感で、粒感のある砂糖がかかったキャラメル風味のナッツ類がザクザク入ってました。ハード系ウィナーパンは塩味が効いていて、外はパリッと中はちょっぴりもっちってしてて食べ応えがあるので、長時間もぐもぐタイムを楽しめる最高のパンでした。お目当てのパンも食べれたので、次は江戸川サイクリングロードに向かって走っていきます。実は今日はまだ終わりではないんです。私もう一つ行きたいお店があるので、もう少しお付き合いください。でも利根川で迷ったのとパン屋さんで癒されすぎてたらもう夕方になってしまった。閉店の時間もあるので急いで行きたいと思います。夕日が綺麗。江戸
サイクリングロードは以前も動画にしたんですけど、その時はこんな上流まで来てなかったので新鮮でした。路面もサーキットみたいにすごく綺麗で、これで追い風だったらすっごい爽快なんだろうな。ちなみに今日は向かい風。なんとか閉店時刻までにお目当ての店に間に合いました。ここはジャングリラカフェって言ってゴルフやバーベキューができるお店なんですけど、サイクルラックも完備されていてローディーにも優しい施設です。私はここのスパムおにぎりが食べたい。ワク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 ってなんと閉まってる。スパムおにぎり、ちゃんと休みの日を調べておくべきでした。この風にサイクルラックとカフェが併設されているので、今度走りに来た時にはぜひリベンジしたいと思います。悔しいからさっきのブラウニーのかけら食べよう。ふと見ると目の前に坂発見。スパムおにぎりの悔しさをこの坂にぶつけてやる。周りの安全確認していざ出陣。1回目、2回目、悔しいけど押して上がることにします。スパムと一緒にリベンジを固く誓います。というわけで、なんだかんだあったんですけど、ロードバイクで走り始めると残念だったこともサクッと忘れることができました。今回のライドで感じたのは、ライドの目的地やルートって近場でも工夫次第でたくさん作れるんだなってことです。方向音痴の私でもネットでルートを作成してナビを活用することで安心して新しいサイクリングコースを開拓することができました。探したらロードバイクで気軽に行けるお店やスポットはまだまだありそうなので、また挑戦して動画にしていけたらなって思います。最後にカフェライドなのに今回のコースは90キロ近くになってました。あまり遅くならないで帰ってこれるように時間管理もしっかりしていかないとな。次はどこしろかな。今日はそんな感じで動画を終わりたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあ